非常手段ですよね。同玉2六桂はやはりきついということで、私はもうね5六金と捨て身の勝負手とかね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指します対局の解説編をお届けいたします。戦型は相掛かりとなりました。最近相掛かりはね、プロ間でも流行の戦型の一つです。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、実戦の方、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が後手番ですので、将棋王座の画面とね、前後上下が逆になりますが見比べていただいて、ぜひね楽しんでいただければなと思います。2六歩、8四歩、2五歩、8五歩と、相手の方先手でね飛車先の方を伸ばしてくる形でね、矢倉相掛かり系ですよね。相居飛車の将棋なんですけれども、矢倉というよりはこの時にね7六歩と突いて3二金7七角だと角換わりの将棋になるところですね。実戦は7八金と上がったので3二金で相掛かりの将棋になりました。そして3八銀、このね3八銀が近年流行の形ですね。2四歩からすぐ飛車先の歩交換をするのがね、以前はもうほとんどそればかりだったんですけど、ここ最近流行しているね相掛かりは、3八銀と上がってね、飛車先の交換を後に回す指し方がね増えてきましたね。はい、これに対して後手の方もね7二銀と上がったりとか、なんですかね、後手も飛車先の交換を後に回したりとか、非常に複雑なんですけどね、いろんな指し方があるところですけど、本局はシンプルに8六歩から飛車先の交換を目指しました。でですね、この飛車先の交換をしないで3八銀と上がるメリットなんですけれども、いくつかありまして、一つにはですね、何か後手が例えばこういった感じで駒組みを進めてきた時にですね、進めた段階で突くことによって同歩同飛車とやってですね、この歩に取るような揺さぶりをかけるっていうのが一つですね、大きな、ただの飛車先歩交換じゃなくて、場合によっては歩得を狙うような意味が一つで、もう一つがですね、3六歩から3七桂のような感じで、飛車先の歩交換を後にしておいて、こうしておいてから2四歩同歩同飛車といくことで、2三歩とか受けられた時に飛車を2九にね、なんですかね、桂馬が飛ばないともちろん一番下まで引けないので、桂馬を飛んでから交換することで2九に手順に引いてね、本局でも出てくるんですけど、中住まいとかにした時に2九の飛車が、下段を通ってね、中住まいとの相性がいいんですよね。ですので、飛車の引く位置を後に回せばもちろん2九にも引けますし、2六2八もその時の、後手の形によって選べますので、そういったようにね、以前ですとまずは飛車先の交換でしてからね駒組み進めましょうって感覚だったんですけど、近年はね飛車先の交換にさらに付加価値をつけてね歩を狙う、あるいは飛車の位置を調整するといったね、より得しようという発想なんですよね。ただね、もちろんデメリットはどんな指し方でもねメリットデメリットありまして、こうやることでね、実戦もそうなんですけど8六歩と、後手の方から同歩同飛車でね先に歩交換をして8七歩に8四飛車と実戦引いたんですけど、こう進みますとねすぐに2四歩からの歩交換ができなくなるというね、デメリットはあります。ただ後手の方は逆に言うと早くね、さっきの先手の裏返しですね、飛車先の歩交換を早くしてしまうと飛車を引く位置はここにしか、どこかに引かれて選ばないといけないんでね、この辺は良し悪しで難しいところです。今のでもね簡単にかいつまんだ解説なんですけど、非常にね意味が深いんですよね。はい、で実際は5八玉と上がって6二銀、そこでね9六歩と突きました。4一玉、先手の方はね2筋の歩交換できないんですけど、じりじりと駒組みを進めてる感じですね。ここでね7六歩と突きました。はい、突いてね、で、先手突く3四歩と、ここまでねなんとか飛車の動きを通して戦っていましたけど、そろそろね9四歩とか突けばまだなんていうんですかね、2四歩ないんですけど、ただ先手の方からね次3六歩という手が一応ね狙いの一手なんですよね。地味ですけどね、これで何もしないと3五歩と突いて角を封印しちゃいますし、結局突かされる感じになるんでね、難しいです。9四歩1回突いたこともありましたけど、本局はすぐ3四歩と突きました。で、2四歩同歩同飛車、先手もね歩の利きが止まった瞬間にねすかさず交換して2三歩に2八飛車と引きました。2四歩同歩同飛車をもっとね、保留してもっとなんていうんですかね、3六か3七桂って指し方もあったと思います。
タイミングはタイミングなんですけどね、さらにこう力をためる手もあって、この辺りはねまだ定石がはっきり確立されてないんで難しいところですね。はい。で9四歩3六歩、結果的にね、手順の前後がありましたけど9四歩と3六歩が入りましたね。はい。そして5四歩と、これは、4一玉と6二銀からの予定ですね。王様が5八玉中住まいなんでね、こう玉頭を狙ってね、プレッシャーをかけていくと、4六歩に5五歩、先手は4七銀とね、この辺りは柔らかい指し方ですね。銀を使って玉頭を守ると、5三銀、どうですかね、いい勝負ですね。お互いに主張があって、3七桂4二銀となってね、後手番ながらこうね積極的に5筋の位取れたのも大きいですから、その辺りは後手も十分なんですけど、先手の方もねこの後、指してみられるように非常にバランスのいい形に組めるんでね、好みが分かれるところですね。実際4八金、5四銀、そして6八銀、3一玉、囲い合いですけどね、1六歩、1四歩、そして2九飛車とね、そうなんですね。だからこれ本局ではしょうがなかったんですけど、桂馬が飛んだ後の今ここで2九飛車なんですけど、交換して引ければねより得っていうのはお分かりいただけるかなと思うんですね。本局の場合は手順のねいろんなあやがありまして、ここで引くことになりました。2九飛車と、やはりこのね穴数前プラス下段飛車というのは相性のいい形と、ここでちょっと揺さぶりに出ましたね。6五銀、もちろんこのまま駒組み7四歩もあったんですけどね、ちょっと様子を見て、出れれば嬉しいですけど、当然7七銀と受けてきて、こうやってからね8二飛車と、この8二飛車はですね、直接的にここにいたらすぐダメってことはないんですけど、持久戦になるとね、例えばこの辺の歩を2ついたりするとこう飛車の動きが止まってね、例えばですけどね、これ仮想図ですけど、こう3五歩同歩2四歩とか、この辺で動かれた時同歩同飛車でね横を狙ったりした時、この飛車中途半端なんですね。これ8二にいるとすごくこう受けに安定、なんとなく横撃で受けに安定してるのがお分かりいただけると思うんですよね。もちろんすぐに、何か不都合があるわけじゃないんですけれども、もうかなりね囲い合いの将棋になってきたのでね、少しでも、隙を減らすという意味で8二飛車で引きました。先手はここで6六歩と打って5四銀、これね銀が出て下がって手損なんですけど、先手の方もこの形にねこう角下がって矢倉にしてもこう詰まっちゃってるんでね、実際6八銀と引いたので、手の損のとこなしですね。上がって下がって上がって下がってなんでね、先手に6六歩と突かせたっていうのが私の方の主張ですかね。5二金、7七角、6七銀、すみません、6四歩6四歩6七銀5二金7七角ですね。そして7四歩。さあ、次の手がね、どうでしたかね。ただ先手もね、指し手が難しいですね。一つ狙い筋はこうやはり3五歩とついて、同歩、2四歩っていうのは狙い筋なんですね。同歩、同飛車とやって。これをやっていく手もあったと思うんですよね。これで銀取り。受けたら、歩を打って、角を上がって、飛車を引いておく。この句点ができてどうかなんですけどね。ただね、これも持ち歩がないのでね、持ち歩なし。で角がまだ働いてないんでね、ここまで仮に進んだとしてもうまくいってるかどうか。例えばですけど2三歩の時に、4四に上がったりしてね、次3三銀から3四銀みたいな感じでやられるとね、ここだけですからね、次歩取られちゃうと、これ歩取られて歩受けられたらもう勘切れでね歩だけ損した感じになっちゃうんで、ちょっとこの時にこの辺の駒がねこうぶつからないんでね、ちょっと無理かもしれないですね。ただ先手の狙い筋としてはこうなんていうんですかね、この5四の銀が浮き駒なんで、それを狙っていくような手はあるところなんですけどね。実際は8六角と揺さぶったんですけど、これがねちょっとね波紋を呼んだというかね、この後ちょっとこの手を咎めて私は動いていきます。角出に対して出ないといけないんで6三金、7七桂とかで頑張れればいいですけど、9五歩と使われてね、同歩に8五歩というのが手筋で角を引くと9五香で、これをね角引いて9八歩と打たれちゃうと崩壊しちゃうんでね、なので8六が出てみたもののそんなになんていうんですかね、後続の手段があと後手の角のラインがきついということで、実際6八角と引いてね、7三桂に7七桂と飛んだんですけど、この手順ですとね
角が出て引いて一手損してるんで、後手の方が一手ね多くこう指せてるんですね、金上がって桂飛んでね。なのでこの局面で、本来です、すぐ角引いてればね、これで先手の番なので、何かね、もうちょっと、例えば4九玉と引いて3八玉と打ってね、こちらの攻めを緩和するとかできたんですけど、ここで私の手番なので、私は6五歩と動きました。これね、迷いましたね。4四歩とついて、何か例えば先手が指せば4三金上がるとやって、これでもね、後手としては不満なしなんですよね。極端な話、このまま戦いが起こらず千日手でも後手番なら十分、これは極論ですけどね。ただ後手はいつでもここの地点が戦えるんですけど、先手はどこからぶつけるかね、結構難しいんですよね。これもあったと思います。実戦はこの先手がねちょっと角の動きで損したのを咎めてね6五歩といったんですけどね、こう動くとねやっぱり反撃もきますからね、難しいところでした。6五歩、同歩。ただねこれね6六歩と打って同銀に5六歩とついて、これはね部分的にはきつい攻めなんですよね。角が効いてて銀取りがね金が上がると飛車成られちゃうんで、6七玉って上がるしかなくて、実際6七玉なんですけど、危ない形ですよね、見るからにね。ただ際どい、先手番が来て次何もなくこう取られちゃうとね攻めが切れちゃうので、私の方としては止まれないということで6五桂と、攻めていきました。この手はですね、同桂なら6六角と切ってしまって、同歩に、例えば5五銀打ちと打ってね、王様引けば銀が出る。どうでしょうかね。こんな感じになってくると攻めはうるさくなりますかね。で6五桂に対して、後手は5六銀とね、苦心の受けですけどね、7七桂成同角。ここも難しいですね。6五歩でうまくいけばいいんですけど、同銀でどうですかね。先手も危ない形なんですけど、後手もね歩がだんだんなくなってきて、この瞬間歩切れなんでね、角を交換して、同玉か同金か、攻めが続けばねこれも有力なんですけど、ちょっと難しいかなと判断しました。実戦はここで6五歩ではなくて6四桂とね打ったんですね。これは結構ねなんていうんですかね、控えの桂のような感じで、腰の入った攻めですね。銀が逃げれば6五歩と打って、この銀がね取れますからね。ということで、ここで6五銀とぶつけるのも6六角と切る手があってね、同角は6五銀、同玉も5五銀打ちでね、これも攻めが続きそうです。先手はここで6五歩と打ったんですね。これはね先手の形非常に粘り強い受けだと思います。銀は取られますけど同歩と応じといてね。さあ銀桂交換でね、嬉しいようでも次先手の番が来るともちろん5五歩とかでこう攻めを食い止める手もありますし、2六桂っていうのはね結構後手からすると嫌な桂打ちなんですよね。この桂馬を打たれると3四桂を防ぐ手がね2五には銀がこう打てないので、例えば3三銀とかになっちゃうとね角が使えなくなっちゃうのでね、だからこれ銀桂交換でポイントを上げたようでも先手は桂馬を打つ場所がたくさんあるのでゆっくりしてらんないんですね。先手がこれ桂馬を打つ場所があんまりなければ駒得のね銀を生かしてゆっくり指すとかできるんですけど、先手はむしろ桂馬をねいろんなところに打ちたいっていう状態なのでゆっくりできないということで6四歩と、攻撃を続行します。これはね2六桂なら構わず6五歩と取って、こちらよりね王手で銀取れる方が大きいんでね、スピードがある手です。同歩同金と直進しまして、これも2六桂なら6五歩とってね、理想はこうなんか攻めていっていくタイミングでこう角が脱出しちゃえばね2六桂が何でもなくなるので、そういうイメージなんですが、ただ次の手がね相手の方すごい非常にいい手でしたね。5八玉と、こういう時にね慌てず引いておくのはね非常にこう指されてみれば当然のような手なんですけど、なかなか指しにくいですよね。こう桂もねどんどん攻めないから桂も打ちたくなるんですけど、打っちゃうと6五歩で負けなんでね、こうその引いて、あくまで私の攻めのね息切れを待つという感じですね。こうやられてみますとね結構ねやはりもうちょっと欲しいですね。ギリギリのところで後手が調子いいように見てギリギリですね。
まあ、実戦はもう6五銀で勝負に行きました。これもねゆっくりやってるともう繰り返しになるんですけど、2六桂がとにかく痛いんでね、まあしょうがないということでガチャンときました。ただ6五銀なんでね、これは同銀7七角成、これ工夫した手ですね。先に同金もあるんですけど、こうやりますと交換して同玉に2六桂が、痛いんですよね。なのでまあ普通は角成って同玉と自然に入れた方がいいんですけど、わざとこう、6五銀にね同金と黙って取ることで後手から、そうですね、6五金にね、失礼しました、7七角成と自分からここを交換することで同金6五銀でねこう2六桂を緩和してるわけですよね。ここでも2六桂なら5六金。ただね、先手の方、次の手は手筋でね、2二歩。いやー、そんなに強い方です。この手はね、普通はね、だから、同玉でね、入城されて大損なんですけど、2六桂を狙ってるわけですよね。2六桂が見えてないと、この2二歩は絶対打てない手ですよね。同玉で、ね、王様は入城されて損な手ですから、まあ、2六桂という手を狙ってるわけです。まあ、非常手段ですよね。同玉2六桂はやはりきついということで、私はもうね、5六金と、まあ、捨て身の勝負手というかね、まあ、2一歩成とね、歩で守備の桂馬を取られますから、まあ、痛いんですが、同玉と取っておいてね、まあ、とにかく2六桂の緩和、さあどうなんですかね、ここがもう難しい局面に突入してるんですけど、まあ、先手は今、桂馬をボロッと取ったんでね、先手の駒得なんですけど、まあ、もはや寄せ合いに近い形なんでね、駒得というよりは、まあ、どちらが先にゴールへたどり着くかの勝負ですよね。お互い豊富な持ちも持っててね、まあこうやっぱりここで2二歩にはね同金と応じやすいんですよね。これ王様がねむしろこうだとこう応じると壁なんで、これですとね例えばこれ仮想図ですけどこう攻められた時にここが壁なんですよね。桂馬取られちゃってるんですけど、こうなってれば、5四桂と来てもちょっと王様遠いっていうね、まあ、2二歩もあったと思うんです。この場合は同金で応じるつもりでした。2二歩取られて2六桂もねちょっとこれも飛んでもね、まあ次に王手ですからね。ということで実際4一角、この手ね一番嫌な手でしたね。非常に強い手ですね。この手はね次に2三飛車成っていうね必殺手があるんですね。これね、これはもう取るしかないですけど、3二銀と打つとあっという間の詰みですね。あっという間の詰み。でこの金と銀、守りの駒の銀の真後ろ、金の斜め後ろっていうね、一番のまあ四角に飛び込んでね、この手は覚えていただきたい手ですね。組み合わせとしてベストなんでね。ということで2一三飛車の詰めろがかかったと。金持ってればね3一金打ちとか打ちたいんですけど、金がないんでねこれ受けにくいんですよね。ということで5七歩で攻めました。さあ際どい勝負、どっちが勝つかなんですけど、まあ実際同金なんですよね。王様引いといた方がまあどっちですかね、こう引いとく手もあったと思うんですよね。引いておいて、まあ4七銀みたいな手なら飛車を成って詰みで先手の勝ちですよね。まあ、5八銀と打ってね、まあ、同金になるんですけど、まあ、3九玉と言われると、まあ危ない形ですけどね、まだこう角銀じゃ詰まないんでね、先にこう詰めろを受けないといけなくて、まあ、これはあったと思うんですよね。後手も受けにくい、まあ形としては3一玉みたいな受けの形なんですけど、まあ、例えば3二角成同玉2一銀みたいなね、まあこれは際どい勝負だったと思いますね。同玉なら2三飛車成、4一玉だったらまあ2三飛車成となって、まあ、先手玉もこっちからのルートがあってね、まあ次に3二銀成から王手していく手がこう6四桂5四桂みたいな感じになるとね受けがなくなるので、まあどっちが勝つにしても一手違いのね際どい勝負だったと思います。おそらくね王様逃げた方が良かったかなという感じはあるんですよね。実戦は5七歩に同金とね取ったんですけど、これはねちょっと危険な応酬に、ね、なりましたね。はい、同金と取って同玉、この時にね5六銀と打つ手が狙いの一手なんですよね。これねまあ受けるだけよりこう打ってね同玉なら3八角から飛車を取る、この飛車を取ってしまえば、ね、この角2三飛車で必殺手が消えるんでね、この手が
なんでねちょっとね危険だったかなって感じです。実際468に下がったんですが6七金と打って、とはいえ際どいですね。同金同銀成同玉、そして8七飛車成7七桂、さあね詰むか詰まぬかというような感じなんですけど、7八角と6六歩もありましたね。ここは際どいところです。実際7八角、さあ次の手がね、敗着になりましたね。こう終盤の本当難しいところなんですけど、玉がね逃げる場所12345箇所あって、5八玉が一番難しかったですかね。依然として2三飛車なので7七竜には2三飛車成で先手が勝ち。実際ね5七金と打つつもりだったんですけど、同玉7七竜に4八玉と引いて、どうでしょうかね。先手の駒はあふれんばかりですね。何かこう王手してって飛車が取れる、例えば4七銀3九玉に2半8銀成同玉5六角成とか、こうやることでね王手で飛車が取れて、これかどうかなんですけどね。仮に仮想図で2七逃げて2九馬とかね、こんな感じになった時に、超終盤難解の終盤なんですけどね、こう金金金銀銀銀桂桂、ただこの角だけなんでね、後手の王様が詰むかどうかちょっと取っかかりがないんでね詰まないかもしれないですけど、ただ5六角成にね頑張って王様こう飛車ただで取られないように逃げるような手もあったりして、難しかったと思います。これはね先手勝ちでもおかしくなかったかなという感じですね。ただ非常に難しい変化なんでね、ちょっと指運に近いところもあるんですけどね。実戦はこの7八角に6六玉と上がってね、これ一見こう上に抜けて良さそうなんですけど、次の手がねきつい手でしたね。7六竜と、この手がねぴったりの活用なんですね。この手があって、はっきり次の形になりましたね。一気にね同玉は7五金で綺麗な詰みなんですね。上と下挟み撃ちで7六竜に5玉と逃げたんですが7五竜と引いたところで、先手の投了となりました。広いようでも角と竜の威力がすごいですね。合駒するから逃げるなら5四だけですね。角が利いてるんでね、5四玉なら6四金あるいは5三金で詰みですね。合駒をしてもどちらから打っても詰みですかね。4四金あるいは6四金と打てば角が利いてますので詰みということで投了となりました。いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいた通り、相掛かりという将棋は難しい、そしてこの将棋はなおかつ、熱戦になりまして、最後の最後までねどちらが勝つかわからないような相手方非常に強い方でしたね。際どい勝負だったのでね、解説といってもねちょっとねなかなか難しかったっていう方多いと思うんですよね。繰り返し見ていただいたりしてね、少しでも皆様の実践や将棋観戦の参考にねしていただければなと思っております。